はい、晩酌の時間になりました。今日はですね、日本酒で行ってみたいと思います。八海山ですね。でこれまだ開いてないんですよ。これから開けるんですけども。はい、それではいただきます。はい。まずはやっぱり鍋からいきますかね。今日の鍋はですね、縁取り杖竹がメインですね。そこにむき竹と、それから茶なめつむ竹も入ってますね。それから、お白いしめじも入ってます。でちょっといろいろ入ってるので多分汁相当美味しくなってると思います。まず汁からいってみたいと思います。はい。いろんなきのこの味が出てて非常に美味しいです。それではですね、まず縁取り杖竹、これもそうなんですけども、大丈夫ですね。これを縁取り杖竹なんですけども、茎ものこれいいですね。茎がついてる方が、茎とこの傘のですね食味が違うんですよ。この両方ついてる方でいってみたいと思います。はい。傘はトロンとつるんとしててですね、ぬめりがあって、で絵はですねシャキシャキとまるで山菜のような風味です。では次はですね、これは多分茶なめつむたけですよね。はい、茶なめつむたけです。ではこれいってみたいと思います。はい。え萌え煮竹系のですねなめこと同じ仲間なので、風味は非常に似てますね。それをちょっとこう泥臭くしたような感じ、泥臭くって言ったらまずいみたいに思いますけど、そんなことなくてですね、なめこと十分勝負できるぐらい美味しいです。はい、続きましてですね、これも縁取り杖竹ですよね。これむき竹ですね。はい、むき竹いってみたいと思います。ちょっとここにですね、これ松葉ですよね。松葉が混じると良くないので、ちょっとすいません、松葉取らせてもらいます。はい。はい、むき竹いってみたいと思います。はい。まず、むき竹は、こう、なんていうんですかね、ゼリー状の食感。これがもう防げたですね。非常に美味しいです。こう汁物にすると非常に美味しいです。あと、この中にはですね、あ、これもむき竹ですね。薄平竹が入ってるんですけども、さすがに数本なので、この中に入ってるかどうかちょっとわからないですね。これむき竹ですね。はい。ちょっと薄平竹の、あ、これ薄平竹です。薄平竹ありました。これですね。これ薄平竹です。で、薄平竹いってみたいと思います。はい。薄平竹も非常に美味しいですね。小さいですけども、味も非常にいいし、食感もいいです。そしたら、後で鍋はゆっくり食べるとしてですね、次、天ぷらいってみますか。
天ぷらはですね、ぬめりすぎ竹もどきの葉筋が、大きいの、まあ大きいっていうか、比較的大きい葉筋、これ2つそうなんですけども、あったので、まあ天ぷらにしました。でこれ葉筋だとですね、傘開く前だとどうしても鍋に入れるとですね、薬臭くてあんまり美味しくないので、まあ今日大変でしたけども、作るものがいっぱいあって、まあ天ぷらやりました。ではこれいってみたいと思います。はい。これは美味しいですね。やっぱりぬめりすぎたけもどきの天ぷら、すごい美味しいです。次はですね、ここにあるのはブナハリタケです。で、まあ、ぬめりすぎたけもどき天ぷらにするんで、ブナハリタケも天ぷらにしました。で、水っぽいので、映してませんけども、オーブントースターで少し、焼いてですね、水分を飛ばしてから天ぷらにしてます。じゃあ、これ、いってみたいと思います。ブナハリタケですね。はい。これも美味しいですね。ぬめりすぎたけもどきのパンチのようなものはないんですけども、もっと温和なんですけども、でもこの温和の中にですね、旨味がぐっと出てきてですね、非常に美味しいですね、これもね。そしたら次はですね、お白石めじと、鍋でお白石めじ私食べなかったですね。お白石めじ、まあ、いつも食べてるんで、あれなんですけど、まあ一応お白石めじ、鍋にも入れてるはずなんですよね。ありましたね。こんなちっちゃいのしかなかったですね。もっと大きいのも入れてるんですけども。うん。これのが大きいですね。ありました、ありました。お白石めじ。はい。じゃあ、お白石めじ、鍋のお白石めじいってみたいと思います。はい。もう毎回言ってるんですけども、お白石めじのこの食感、いかにもキノコらしい食感、これはもう最高ですね。で、汁を吸ってですね、非常に美味しくなってます。それでは、日本酒で最後の、この、お白石めじとむきたけの、と豚バラ肉をごま油で炒めて、めんつゆで味付けたもの。ちょっと私今日鶏皿忘れちゃったんで、これですね、家族も食べるし、残ればですね、明日も食べるので、箸つけたくないので、ちょっとここに、出します。これでお白石めじとむきたけ両方入ってますね、豚肉と。はい。それではまずは、お白石めじからいってみたいと思います。これお白石めじですね。はい。お白石めじの食感は相変わらず素晴らしくて、味がですね、この豚肉とごま油とだしの味が染み込んでてですね、非常に美味しいです、これ。そしたら次はこの、むきたけですね。はい、むきたけいってみます。まあ本当は肉と一緒に食べた方がいいんでしょうけども、後で私食べるけど、まあ肉と一緒に食べますが。はい。これも美味しいですね。同じです。この料理ってどんなキノコやってもみんな美味しくなるんですよ。だから、非常に美味しいです。それでは最後ですね、赤もみたけのグラタンいってみたいと思います。まあ、赤もみたけのグラタンはさすがに日本酒は合わないので、赤ワインでいってみたいと思います。で、これいつも飲んでるフランス産の赤ワインです。フランス産の安い赤ワインです。
こに進む。はい。じゃあこれでいってみたいと思います。まあ赤もみたけ取れなかったらこの品一品ないんですけども、やっぱり赤もみたけをですね、これとこれ鍋とかこういう料理にしたらもうバサバサしてですね、全然美味しくないんですよね。でもう赤もみたけっていうのはこう食べ方が限られてるキノコです。はい、じゃあこれいってみたいと思います。はい、美味しいですね。赤ワインに非常に合います。ということで一通り今日の夜食材を食べ終えました。まあ今日はですね、急にもう昨日から札幌地方寒くなって、まあキノコがだいぶ出てきたんですが、もう中秋のキノコを通り越して、今季取れなかったキノコいっぱいあります。まあここで言ってもあれなのでちょっと省きますが、もういきなり晩秋のキノコが、ムキタケとかですね。あと、コケ色のメリガサ、松のコケ色のメリガサもこの中に入ってるんですけども、あれも晩秋ですね。もう、たった一本なので、どこ行っちゃった、多分この中に入ってないかもしれません。ということでですね、まあ、晩秋のキノコももう出始めて、まあ、これからもう晩秋の装いっていう感じですね。で、まあ、しばらく10月いっぱいは、まあ、夜食材、キノコが中心になると思います。キノコに興味がない人申し訳ないんですけども、まあ、10月いっぱいか11月の最初の週ぐらいまでは、まあ、キノコが中心になると思います。はい、それではあと残りをですね、楽しんで、飲みながら、食べたいと思います。それではどうも今日はご視聴ありがとうございました。